今回は、トーンカーブでちょい盛りする、簡単レタッチっていうのを紹介したいと思います。レタッチを、簡単にやるっていうところで、まとめていろんな、コンテンツをまとめていきたいと思うんですけども、今回は、トーンカーブを少しいじって、写真の見栄えをちょっと、盛るっていう、そういうテーマで、進めていきたいと思います。最初の、例ですけれども、こちらは、まずこの、ペンタックスの、28mm F3.5 っていう、単焦点の、オールドレンズで、撮りました。この、よく撮れているというか、そこそこ撮れてはいるんですけれど、もうちょっと、綺麗な、ちょっとインパクトのある、画面にしたいなということで、ご紹介をしたいと思います。で、トーンカーブですけども、まずどうやっていじるかというと、ギンプを立ち上げまして、色からトーンカーブっていうところに行きまして、この画像で言うと、この線をですね、4等分して、上から4分の1ぐらいのところ、この明るいところを持ち上げて、全体を明るくしておいて、下の4分の1ぐらいのところを触って、ちょっと落ち着かせて、明るすぎないようにするっていう、レタッチです。でこうすると、緑の、楓なんですけど、新緑の緑が、綺麗に目立つかなという、簡単な、これだけのレタッチです。2点目はですね、同じくペンタックスの、スーパータクマ 135mm F3.5 っていう、レンズを使っています。なかなかいいレンズで F3.5 っていうところで、お買い得感もあり、映りもしっかりしていて、おすすめのレンズではあるんですけれども、これでアジサイを撮ってみました。で、撮ったアジサイが、なんとなくもうちょっと明るさが欲しいかなっていうところで、色からトーンカーブ、そして同じくちょっと明るいところを触りたいので、上の方を、上から3分の1ぐらいを持ち上げていって、明るくしてみると、ちょっといい感じになるかなと。で、明るくなりすぎた分はちょっと下の方で補正をしてっていう、これだけのレタッチです。で、上の方にガッと持っていくと、当然明るくはなるんですけど、中間色とかが、なくなってしまって、せっかくオールドレンズに撮ったのにもったいないなっていうことになりますので、明るくして、ちょっとだけ盛るっていうちょい盛りの、サンプルになります。最後のサンプルは、こちら、SMC ペンタックス、マクロ 50mm F4、F4 というところで、なんだとかっていう方も多いと思うんですけど、なかなか侮れないいいマクロレンズです。でちょっと、素材的には古くなってしまうんですけども、水線を取ったものがありますので、これをサンプルでまとめていただきたいと思います。なかなか、いい玉ボケが出たんですけれども、正直このペンタックスのこの K5 このカメラで、ハリが覗いた時には実はもっと良かったんですね。迫力があったというか。で、その、
その迫力のある玉ボケに戻すために、トーンカーブをいじって、明るくしていきたいと思います。でこうすると、私がこのカメラで覗いた時の玉ボケに近くなるんですけど、残念なところはですね、一緒に鼻のところも明るくなってしまって、なんかちょっとこうギラギラした絵になってしまう。でここで、レイヤーマスクっていうちょっと上級テクをご紹介しますのでご案内します。最初に、レイヤーの複製っていうのがあって、レイヤーを1個作っておきます。で下の方のレイヤーで、トーンカーブでトーンカーブをいじって、ファインダーで覗いたような玉ボケにちょっとかなり塗って、明るくしていきます。こうすると、しょうがないことなんですけど、風船の鼻のところも一緒に明るくなってしまうんですね。でここで、最初に作ったレイヤーの元の部分を取り出して、レイヤーマスクっていうのをかけます。最初に、アルファチャンネルの追加、アルファチャンネルを追加して、それからレイヤーマスクの追加っていうのをやります。これはですね、上から2つ目の完全透明っていうやつを選んでおいて追加ですね。でそうすると、上のレイヤーは、真っ黒で、何もない状態、素通しの状態になってしまいますので、ここで、ペンを、ブラシを使ってですね、ブラシの大きさを調整します。ブラシを使ってもうちょっとこの鼻の部分を、このレイヤーの、作った、オリジナルの明るさのところにですね、この鼻の部分だけを戻していきます。ポチポチとクリックをしておりまして、パソコンの方の処理が追いつかないんですけど、この部分だけが、オリジナルのクラサーに戻るっていう処理を今やっています。で大体でいいので戻していきます。そうしますと、このレイヤー適用したときに鼻だけが暗くなって、明るい、玉ボケの画像となったんですけど、逆にちょっとこれだとバランスがいまいちだなと思うので、元の画像の鼻のところを少しだけ明るくして全体のバランスをということをやっています。で、ちょっとだけ明るくした感じで、これが、私がこの、カメラで覗いた時に見た、玉ボケの絵にとっても近い、かなり持った、水線に、なりました。以上になります。このトーンカーブのをいじって、ちょっと盛るっていうのは、例えばサラリーマンのお仕事をされていて、仕事帰りに撮ったりとかっていう、お忙しい方だったら一枚一枚撮ってるレタッチとか難しいと思うんですけども、この程度だったら